こんにちは、たかしです。本日は1月27日木曜日、週末ですので、来週29日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。有料投稿にご興味があれば、2月までに無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在冷やし単位でのダブルトップになるのかなというところ、この黄色丸の高値、去年の11月の高値になるんですが、その付近まで現在上昇してきて、若干上抜けたんですが、ヒゲで返されているという、現在は高値圏での揉み合いですね。この黄色丸の高値を上抜けられるかどうかっていうところにあります。現在地からダブルトップが意識されて下落する可能性、そして上抜けてくる可能性、どちらもあるんですが、今直近では GMMA の青帯を強くは上抜けてきたんですが、まだこの乖離が解消されていないんですね。ですので、一度冷やしの GMMA の青帯に戻していくようなそういう動きですね。調整の下落っていうのを現在はイメージしておきたいです。ただ、調整の下落をするにしても、全然下げきれないんですよね。横横の動きをしておりますので、もしかするとこのまま上抜けてくるのかなという、そんな感じもします。ストキャスティクスは今高値圏から下落中。この下落の仕方も緩やかなんですけれども、基本的には今買われすぎゾーンから、そこから過熱感を解消に動いておりますので、上値は重くなってくると思います。このストキャスティクスの過熱感を解消すればもう一段上昇していくのかなという、そんな感じはしますが、冷やしの GMMA に向かって下落していくっていうことも考えられますし、GMMA が追いついてくるまでここでずっと揉み合いを起こしてくるかもしれませんので、まずは現在地付近のこの揉み合いを抜けた方についていくですね。では4時間足です。4時間足の GMMA はすでに調整の下落をした後なんですね。GMMA に接触してそこからの今反発上昇にはなってきてます。GMMA の青帯は上向きですので、冷やしのダブルトップからの下落っていうのもイメージできるんですが、基本的には上昇トレンド中ですので、下がったところはすごく底堅い、買われやすい、そういう地合いです。ですので、今は冷やしのダブルトップからの下落、もしくは4時間足の上昇トレンドについていく、そのどちらの考え方もできますので、もし押し目買いを考えるのであれば、しっかりと下がったところですね。現在ですと、この辺りっていうのがすごく底堅い動きをしてますね。187円少し上ぐらいのところ、その辺りが底堅い動きをしてますので、その辺まで下げてくればそこからの反発上昇。そして、この白の水平線、これがダブルトップの去年11月の高値になりますので、188.7 付近まで上昇してくればそこからは売り圧力が入りやすくなってきますので、その間での比較的狭い中でのレンジを今は作っておりますので、その中でのトレード、そしてそこを抜けた方についていくなんですが、今ストキャスティクス高値圏にありますよね。ですのでここは注意しないといけないです。基本的にストキャスティクスが高値圏に入ってくると調整の下落をしますので、今冷やしの調整下落中、そして4時間足も高値圏ということは、そろそろ今レンジの上限付近でもありますし、そろそろ次はこのレンジの下限に向けての下落に移っていってもおかしくない、そういうところにありますので、週明け現在地付近から下落してくるのか、それとも直近高値を上抜けてくるのかっていうところを見ておきたいですね。直近高値を上抜けてくればそこからの上昇の流れについていってもいいかもしれませんが、今は日足週足の高値圏ですので、上昇すると見せかけて下落していくという騙しが起こるかもしれませんので、そこはご注意ください。では1時間足です。黄色のボックスを描いております。現在は先ほどから言ってますレンジですね。この中で動いている。だいたい 187.4 付近から 188.8 付近の間でのレンジですね。金曜日まではこのピンク丸がつけてあるように徐々に高値を切り下げてきていたんですね。ですのでここからこのレンジを下抜けてくるのかなと考えていたんですが、金曜日このレンジ加減からの強い上昇が起こっておりまして、それによってこの切り下げてきた高値っていうのを今切り上げてきましたので、そうするとここから週明けは一旦レンジ上限、この黄色のボックス上限の 188.8 付近を目指して上昇してくるかもしれませんね。ただ先ほども言いましたように、4時間足ストキャスティクスは高値圏、それから日足のストキャスティクスは下落中ですので、基本的に上値は重くなると思います。そう考えると今上昇方向に動き出してますけれども、基本的に1時間足の GMMA は上がったり下がったりと方向感なく動いてますよね。ですのでレンジなん
ですね。なので、ここからどんどんこのボックス上限を上抜けて上昇していくという考え方よりも、今一旦月曜日上昇していくかもしれませんが、その上昇っていうのは天井も比較的近くにあるんだろうということを想定しておくのがいいと思いますので、月曜日上昇から始まった場合は、一旦その上昇の流れについていってもいいと思いますが、まずは金曜日の高値が一旦抵抗になってきますし、そこを上抜けたとしても、天井はすぐそこにありますので、上昇すると見せかけて急落していくみたいな動きにはご注意ください。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも日足からですね、今基本的にドル円もポンド円も似たような動きをしているんですね。GMMA の青帯を強く上抜けてきて、その GMMA に今押しをつける、そういうような動きをしてきております。こちらもストキャスティクスは高値圏からゆっくりと下落中ですので、基本的には上値が重くなってきておりますが、GMMA の青帯に押しをつけて上昇してくれると分かりやすいんですが、今現在地付近で揉み合ってますよね。ということはもう少し、こちらもポンド円同様、現在この辺で作っているレンジみたいな動きを抜けてくれば上昇方向に動きやすいですし、抜けられないのであればこの GMMA が追いついてくるのを待つ、そういう期間に入っていると考えるのがいいですね。では4時間足です。直近の高値っていうのが 148.675、 ここを上抜けてくると 149.75 付近まで上昇していくと考えております。現在こちらも GMMA の青帯は上向きです。一度水曜日に深めの押しをつけてきましたね。ここから下落に向かうのかなという感じもしたんですが、結果的には GMMA の青帯を少し下抜けはしたんですが、今結局 GMMA の青帯の上に戻してきておりますので、一旦上昇方向に動きそうかなという、そんな雰囲気を感じます。こちらもストキャスティクスは高値圏ですね。ですのでストキャスティクスが高値圏にある時のロングエントリーは優位性がありませんっていう話をいつもしますが、当然ストキャスティクスが高値圏、買われすぎゾーンに入ってくると、そこからこういった調整の下落をしてきます。例えばこの1月23日から24日にかけてのこの下落ですね、こういう下落のような動きをしてきますので、今ストキャスティクスが高値圏に入っているっていうことは、そろそろ天井を迎えてこちらも下落していく可能性がありますよということです。もちろんここみたいに1月の16、17日みたいな感じでストキャスティクスが高値圏に張り付くような、そういう強いトレンドがあるときはそういう動きをしますので、一概にストキャスティクスが高値圏に入ったら絶対に下落するというわけじゃないんですが、基本的な考え方としてストキャスティクスが高値圏に入ればいつ下落してもおかしくないというところは覚えておいてください。そして今ストキャスティクスは高値圏に近くなってきているのと、直近高値 148.7 付近も近くなってきておりますので、そろそろ天井を迎えるかもしれない。ただし先ほど言いましたように 148.7 付近を上抜けてくると、次は 149.7 付近まで上昇する可能性がありますので、その辺の流れについていくのが分かりやすいかもしれないですね。ただ直近では天井を迎えて下落する可能性もありますので、もし売り目線でいる方ですと、直近高値付近からの下落っていうのを狙っていってもいいかもしれないですし、直近高値を上抜けていけばそこの上昇の流れについていくっていう、そういう考え方、どちらの考え方も今できますので、こういう今みたいな中途半端なところでトレードするんじゃなくて、しっかりと直近高値とか高値を上抜けてからとか、そういうところでトレードする方が安全ですし、勝率も上がっていきます。では1時間足です。4時間足では分かりにくくレンジになっているんですが、1時間足ではここ上昇トレンドを作っているんですね。高値と安値を切り上げてきております。この赤いトレンドラインを引いてますが、この角度で上昇してきておりますので、また再びトレンドライン付近まで押しをつければ、そこからの次の上昇の流れっていうのを考えておけばいいと思います。そしてトレンドラインを下回ってくれば 146.5 付近まで下落していく可能性ですね。4時間足のストキャスティクス高値圏にありますので、そこからの下落になるというふうに考えてもいいと思います。現在は1時間足のストキャスティクスも高値圏ですので、週明け一旦は下落を待ちたいですね。トレンドライン付近まで下落してくる、もしくは GMMA 付近まで下落してきてからの次の上昇の流れ、そして今言ったようにトレンドラインを下抜ければ一旦下落方向に動きやすくなると思いますので、その辺の動きに注目ですね。基本的には4時間足の GMMA 上向きですので、このトレンドラインを下抜けたとしてもすぐに4時間足単位の押し目買いが入ってくる可能性もあるので、もし売り目線で考えるのであれば、黄色丸高値ぐらいまで上がってきて、そこからの下落っていうのを狙っていくのがいいと思いますし、それまでは4時間足の GMMA の今上に乗せてきて、それから GMMA の傾きが上向きですので、4時間足単位の押し目買いについていく。つまり1時間足で言うと、この赤いトレンドラインに沿って下がってくれば買っていくっていう、そういう動き方
をイメージしておくと分かりやすいと思います。今ポンド円もドル円も分かりにくい動きをしておりますので、分かりにくいところでのトレードは避けていくように。そうでないと打っても勝っても負けますので、そうではなくてしっかりと分かりやすいところまで来てからトレードをしていく。先ほども言いましたように、意識されるライン付近での反発とか、そのラインを超えてからの次の動きとか、そういう流れについていくのがいいと思いますので、できるだけ分かりやすいところまで引きつけるということを忘れずにいてください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得なんですが、2月から値上げをしますので、もしご興味があるなら、1月中に登録していただいた方がお安くご利用できます。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。